正弘のうまいのなんの。うまいのなんのの正弘です。今日はワールド50ベストレストランのアジアナンバーワンに今年度選ばれました神宮前にあります日本料理店殿にお邪魔しています。春日さんとおかみさん、今日はちょっとおもてなしの話を伺いたいんですけども、はい、長谷川さんのお話を伺ってると相手のことを考える、どうやったら楽しんでもらえるか、そういうことを考えてるんですけど、サービスする方のメンバーが皆さんいらっしゃいますよね、はい、その人たちも同じように調理場の中で考えてる人たちの気持ちを伝えなきゃいけないっていうのがこっちに伝わってくるんですけど、そこら辺はとても考えられてる。お客様のことを考えてお客様のために準備をするっていうところが、ではすごいこう家族というか食卓を囲むようにまかないをいただいてからサービススタッフもキッチンスタッフもみんなでミーティングをします、どういうお客様がいらっしゃる、どういうお好みがある、どういう準備をしてほしいっていうところをみんなで共有することで、同じ気持ちでお迎えができたらいいなと。今から30年40年ぐらい前の日本の特にフレンチレストランだと、メニューがちょっとわからない人がいるじゃないですか、それでサービスの人に聞くと「ちょっとお待ちください、聞いてまいります」っておいおいおい、ちゃんと商品知識がないまんまでセールスできんのってみんなお客さん思ってたと思うんですけど、なかなかそういう共有するっていうところまでほら料理人の人ってやってこなかったじゃないですか。そうですね、料理を作るっていうことではなくて、その先というか誰に作るのかっていうことをやっぱり常に考えながら料理もできるといいのかなと思う部分と、あとはではスタッフ全員がお客さんのことを見れますし、お客さん全員がスタッフのことを見れるんで、あの人にお料理を作るっていう気持ちが伝えやすいし、食べづらそうだったら何かちょっとあれかなって気もつけると思うんで、料理を作る完成っていうよりはそれを食べてる姿を見てどうかなって思える。私なんかこう食べてる時にね、カウンター越しに皆さん作ってるのが見えるじゃない、はい、時々なんか料理人の人がこうお客さんの方を見ながらちょこちょこちょこってこう話してるんだけど、後で伺ったらやっぱり食べ進むピッチだとか量を見て次の量を減らそうとか、はい、そんなことまで考えてらっしゃる。いらっしゃる方、初めての方もそうですし、年齢もそうですし、男性の方女性の方もそうですし、結構違うよね、みんなね、同じものじゃないよね。何度もいらっしゃってくださってるお客様も多いですけど、やはり毎回違うなって感じるところがありますので中は中でそういうチームワークがあるし、お客さんに直接中の料理人の人が運んできちゃうような、昔ではありえなかった潮流が今世界の潮流でね、あるから、中の人もサービスするまで気持ちがありますよっていうのが出て、特にお酒だとかお水だとかそういうところの気の使い方がね、他の店にはないくらいにこっち側がこのことを聞きたいなとか、今ちょっとお茶が欲しいなと思うタイミングがどうやってわかるんですか初めてのお客様のことなんかはよく見るしかないんですよね。最初よく見るしかない、はい、でも見てるわよっていうのを相手に感じさせちゃいけないわけでしょ。そうなんですよね。なので、ちょっとこうさりげなくもいろいろと動きながらよく観察をしておいて、お話をちょっとしながら今どう感じてらっしゃるかなとかっていうのをやっぱり感じられるようには、ちょっとじゃあ不機嫌だなっていうような人をどういうふうにもてなすの？やっぱりいらっしゃった時に、お二人が喧嘩をなさってきたのかなみたいな雰囲気の方もたまにいらっしゃるんですけど、そういう場合とかはより丁寧に接して差し上げて、柔らかくお話をさせてもらいながら、お顔も見ながらっていう感じのこう声のトーンだったり。っていうことは一通りのサービスの仕方っていうのはないですね。やっぱりそのお客様をこう見ながら、っていうことはまず数がこなせてないとだからやっぱりもうほとんど達人の意義を入ってくる感じで、ここでんなんだ、これ見て見て、これ楽しみにしてたんですよって言われる方と、あとは
初めてのこう会食で連れてきてもらってる方っていう人も違うので、こんなとこだったのみたいな感じの人もいるかもわかんない、そういろんな方がいらっしゃるんでね。アジアで一番がこんなとこみたいにはい言っちゃ失礼だけど、でもいろんな方がいらっしゃるんで、その人の感覚っていうものもそうですし、でもさっき言ったようにリラックスしてもらえれば、本当に会話をしていけたりとかもできるんで。そういう場合外国の人の方が楽な場合あります？お国によってもそうですし、やっぱり日本に初めて来た方とか何度もいらっしゃってる方の感じでも全く違うんですよね、雰囲気が。なのでご夫婦でいらっしゃってたりカップルでいらっしゃってる海外のお客様も2人の世界を大事になさる方とか殿に来たから殿で楽しみたいっていうすごくオープンな方もいろんな方がいらっしゃるので、日本の方だけではないなっていう難しいなっては思います。でもとにかくお迎えしてっていう気持ちがまず第一にあれば、サービスだけではなくてお料理も、海外の方で14時間15時間で飛行機乗ってきててまだちょっと時差があるっていう人に料理を出す時に早めに出してあげようとかっていうことをやっぱ考えたりとか。そんなこと考えるお店ないよ。でも僕たちがヨーロッパに行った時のあの辛い感じで、でも嬉しいからレストラン取りました、でも4時間5時間ってもう疲れてきちゃうんで、だったらその経験をしてるんで、どう時差は大丈夫と大丈夫って言いながらなってると早めに出してあげて返してあげた方がいいんじゃないのとか。だから予約の段階でも例えば初めて日本に来る方なのか、当日なのか、もう1週間ぐらい経ってから来るのかっていうこともやっぱり頭の中にはちょっと隅に入れておくだけで。別に予約の段階で聞かれるわけじゃないですよね。聞く時もあります。聞く時もあるんだ。日本に来て初日に行くんだって言われるのか、何日か経っていくんだって言われるのと、どこ食べに行くのとかどこどこ行ってきたとかっていうと、例えばこういうところが好きなんだなとかっていうのも分かるし。帰り際に何て言って帰る方が多いですか？楽しかったっておっしゃってくださる方が多いので、それは本当に嬉しいですね。もう美味しかったっていうのはね当然なんだけど、楽しかったところまでなかなか言える人はいないですよね。でもやっぱり美味しいっていうのは国によっても違うんですけど、楽しい気持ちはみんな一緒なんで、楽しくして返すのが一番いいかな。この間一緒に行ったお仲間で「今日幸せでした」ってデンさん食べた後、いやこんな風に料理人の人は言ってもらえたら最高だな。嬉しいですよね。なんか食べるっていうことがやっぱりそういう生きがいとか人生とかそういうとこまでね、一日の栄養を取ったっていうだけのもんじゃないっていうのがそういう言葉で伝わってきて、デザートの時にお式を取った後、これが出てくるんですよね。新聞紙の上にデザートが出てくるのっていうと、色の文字で追っていくとりがとうと、これ探すだけで大変じゃないですか。でもこれも慣れてくるともう分かるようになってくるね。割と見える分かるようにようになっててくるなっくるんですよ。どうしてもない時もあるんですけどね。どうしようもない時がある。また来てほしいなっていう時にまた来てねと、こういうのを入れると、いやまた行こうかなっていう。そうですね。ちょっとしたきっかけにもなるの。なるし、センスがもう抜群に面白いなと思ったら、僕が何回目か行った時にはこういうのがあったね。また来たのってひどいお店ですね。こういうジョークがもう最高だなと思って。こんだけ日本中にレストランがある中で来てもらえるっていうことでもまずすごいと思うんです。その中でもう一回来たいって思わせるってなかなか難しいじゃないですか。でもそんな中でもう一回来てほしいって、僕らがまた来てほしいって思ってないと多分思ってもらえないと思うんで、自分たちが思わないといけない。また来てもらえるように自分たちができることを精一杯やろうっていう。で増弘さんも何度も来てるからまた来たのっていうのも増弘さんはありかなって。これ誰にも出さないです。誰にも出さないですよ。出せないです。増弘さんはみんなで会議をした結果出そう許していただけるか。もう最高ですね。テーブルジョークって僕言うんだけど、食べる方も面白がって楽しげがあって冗談の一つも言いながら食べると盛り上がるじゃないですか。また来たのって言いながらしつこくこれからも伺いますんでよろしくお願いします。またよろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。